バブコンチャンネル。バブコンチャンネルへようこそ。このチャンネルは80年代、90年代のオーディオ機器を中心に今はなきバブルの遺産を振り返る番組です。1980年代から90年代にミニコンポというオーディオセットが一世を風靡しました。ケンウッド、ソニー、パイオニア、音響、パナソニックなどたくさんのメーカーが競い合っていました。ミニコンポを簡単に説明すると、重箱のように積み上げられたチューナー、アンプ、CD、カセットデッキ、グライコ、レコードなどを一体操作できるオーディオシステムです。ここに25から30センチクラスのウーファーを搭載した3-way スピーカーがセットになっています。当時の若者はラジカセかミニコンポで音楽を聴くことがスタンダードでした。曲は CD やレコードは自分で買うのはもちろん、レンタルレコード店や友達から借りてテープに録音して聴いていました。今ではみんなが知ってる ABEX を作った松浦さんも若い頃レンタルレコード店で働いてたくらいです。当時はクラスのみんなでいろいろな CD を貸し借りしてましたね。今よりも音楽で友達とつながれるという面では豊かな時代だったと思います。当時から単品ステレオのサイズは 430mm が一般的でした。これより小さい 360mm ほどのサイズだったことからミニコンポと呼ばれました。この後90年代後半にはさらに小型でフルサイズの半分の 215mm の商品が主流に。これらはハーフコンポなどと呼ばれました。ミニコンポには3、5、7の法則が多く、なぜか多くのメーカーが3グレードを発売していました。5が一番の売れ筋モデルで、これを元にスペックを落としたものが3、反対に最高スペックが7です。そりゃあみんな7が欲しいんですけどね、これがめっちゃ高いんです。普通に全部セットで30万とかするんですよ。中高生がお年玉で買えるレベルではない。しかも毎年新しいモデルが出るんです。1年経ったらもう旧型。例えばやっとの思いで親を説得するわけですよ。で、親を連れて電気屋に行くじゃないですか。まず7の値段を見て拒否られます。その後うまくいけば5、3で済めば御の字で、最悪はラジカセ売り場に連れて行かれます。メーカーも少年の心をつかむために必死のトラップを仕掛けてきます。見てください、このカタログ。こんなのとか。こんなのを無料で配ってるんですよ。これを中高生に見せちゃダメでしょ。欲しすぎてもう勉強なんか手につきません。そんな私が中3の時に買ってもらったのがパナソニックの D5 でした。12万くらいで安かったんですよ。ケンウッド G5 は高すぎた。ただずーっと気になってたんです。あの時ケンウッド買ってたらどんな音がしたんだろうって。次の週にはでかい荷物が届きました。しかも当時別売りのスーパーウーファーとサラウンドスピーカー、レコードプレイヤーのフルセット、タイムカプセルを10万円で買いました。業者整備の完全動作品とはいえ35年前のもの。果たして中身はまあどうせ傷だらけのボロボロの。で、おい、めちゃめちゃ綺麗だぞこれ。エッジも生きてる。てか、ウーファーでかっ。
何これ？新品？真空パックで35年取っといたの。ってくらい綺麗なんですが。これはすごい。マジか。というか今は1989年ですか？ちょっと興奮しすぎました。こりゃあ早速セッティングしましょう。できたー。うおー。すごい威圧感。横幅は1メートル20センチ。CD は当時よく聴いていた TM ネットワークのキャロルで、ちゃんとカセットテープに録音もできる。やべえ。グライコ来た。これですよ、これ。当時の少年たちはみんな部屋を暗くしてこのグライコをうっとり眺めたんです。こんな感じにね。暖炉の炎を眺めてると気持ちが落ち着くのと一緒ですかね。このスーパーウーファーはケンウッドの文字が光るんですよ。電気代？そんなものバブルの時代に求めちゃいけません。当時電気屋行くとこれがセットでディスプレイされてるんですよ。もうね、詐欺ですよ。これはアンプのボリュームも普通はこうやって手で回しますよね。バブルを舐めちゃいけません。リモコンで回るんです。こっちも無駄といえば無駄な機能なんですが、いちいちすべてかっこいい。私も35年間、いろいろとオーディオをやってきました。住宅事情もあって、今は小型のスピーカーで聞いています。リビングの P&W805 は確かに綺麗な音を鳴らします。それに比べたら、このスピーカーは安物かもしれません。でも、30センチクラスのウーファーは、音の迫力が全然違います。ウーファーのサイズはそれくらい重要です。やっぱすごいです。バブコン。思い出補正と思われるかもしれませんが、違います。もう、これは、物理の法則でどうしようもないことです。B&W805 の低音が、ドン。ならば、このロキシーはドスンです。分解音が低いとか、定位がどうとか、細かい能書きをすべて吹き飛ばす迫力がありました。中学生にこんなもの与えちゃいけません。部屋にこもって出てこなくなります。スーパーウーファーはさすがに効きすぎで、今はオフでロゴだけ光らせてます。もし、あなたもバブコンを買ったなら、このカタログ通りの配置をおすすめします。スピーカーを床に置くなとか、スピーカーの距離は2メーター離せとか、耳の高さにツイーターとか。オーディオのうんちくは、一旦全部忘れてください。で、床に座って、ラジカセと同じように使ってみてください。そう。すべてのボタンに手が届く近距離で音楽と向き合ってみてください。ニアフィールドで聞く限り、このシステムは現代の機器には負けません。あなたも体全体で当時の圧倒的な物量を感じるはずです。なんといっても改めて感心したのはすべての機器が連動していることです。バラ売りのステレオにはない、ものすごい統一感と一体感です。スピーカーから離れて聞くほど、確かに、穴が気になってくる点もあります。ドンシャリ傾向が強くなってきたり、声のクリアさが薄くなったり、
反対にスピーカーに近づくほど、その欠点は感じなくなりますね。むしろ、音のバランスが良くなる気がしました。そして、目の前の視界すべてを覆う黒いメカに圧倒されます。では、もう少し思い出に浸って、レコードなど聴いてみましょうか。いっぱいあるんですよ。当時買ったレコードが。小学生のくせにオメガトライブとか聴いてましたからね。夏の海のジャケットにやられましたね。レコードはジャケットがでかい。見てこの歌詞カード。かっこよくないですか？ 37 年前でこれですよ。TM も若いですね。これは1988年ですね。スイッチを押すと全部自動でやってくれます。このアナログ感がたまらないですね。息子に見せたらむしろ新鮮みたいでした。プツプツってノイズが始まるぞという気にさせてくれます。レコード部分だけはどうしても金額が出てしまうんですよね。正直ロキシークラスのプレイヤーではあまり音が良くありません。おそらくアンプのフォノイコライザー部分や針のカートリッジ部分などどうしても値段相応になってしまうんだと思います。この時代は CD メインでしたからね。レコードはグライコの入力レベルがすごく低いようです。入力マックスにしても全然グライコが反応してくれない。音は普通に聞けてるんですけどね。こんなもんなのかな。最後に私がなんでこの G5 を選んだかというと光入力端子なんですよね。この後のロキシー J シリーズからは光入力がなくなるんです。MacBook Pro や AirMac には光出力があるのでそのままダイレクトに現代の機器と接続できる。PC から iTunes や FuBar2000 で再生して光でつなげてもいいし iPhone から再生した曲はAirMac を介して光でつなげることができる。全然今の環境と変わりません。ハイレゾだけはこのままだと再生できないのでハイレゾ対応の DA コンバータを用意してアナログ接続にする必要があります。この写真は TM ネットワークの最新アルバムを PC から光でつなげて再生しているところです。1988年のレコード版ヒューマンシステムから1988年の CD アルバムキャロル、そして2023年の最新アルバムデボーションまでロキシー1台で全部再生できるってある意味すごい。いかがでしたか？今回は35年前のバブコン買ってみた動画をお送りいたしました。皆さんもぜひバブコンを手に入れてみてください。今回の動画が気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。では次の動画をお楽しみに。